光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆく君のいない今日が始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時にあらが皆様こんばんは。大変お待たせいたしました。本日はグランゼーラの集い2 2021年感謝祭をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日司会進行を担当させていただきます人事部の堂庭です。よろしくお願いします。はい、開発責任者のすごい動揺して、僕はあれです、今イヤホン入れてなくて Q だけ出たからびっくりしたんですけど、すいません、開発責任者の九条です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか？はい、すいません、ちょっと動揺が隠せない感じになってますね。声聞こえてますかね、皆さん大丈夫ですかね。あら、いつもよりちょっとワイプが大きいのではないかという。ワイプ担当大丈夫ですか？規定通りのサイズに。あ、感謝祭だから少し大きめだそうです。なんということでしょう、知らなかったです。そうそう、僕この感謝祭っていうのすごい気になってて、感謝はすごく
いつも感謝の気持ちって大事だと思ってるんですけど、かといってね、なんていうの、漠然と感謝っていうのもなんかかえって失礼かなと思ってて、この2021年感謝祭の感謝は何なんですか。2021年1年間ありがとうございますということなんですか。もちろん2021年もありがとうございますはあるんですけども、それとは今回ちょっと別で、こちら実はですね、グランゼーラが本年度設立10周年を迎えておりまして、ここまで皆様に応援いただいておりますことの感謝を伝えたいという思いから、今回ですね、感謝祭というふうに銘打たせていただきました。なるほど。そうです。今年の春ですよね、10周年。会社グランゼーラっていうのを作って、今年の春で10年だったんですけど、その時はそんなに単になんかツイッターかなんかで10周年ですって言ったっけなんですけどそうでしたね。なんかこの秋ぐらいによく10年持ちこたえたなって話になってなんか10年ってすごいことじゃねえっていう話になってたんで、それで10年の感謝祭、感謝っていうことなんですね。そうですね。ワイプこれ僕ね、髪の毛すごいボッサボサなんですよ。で散髪行こうかなと思ったんですけど、どうせワイプ小さいからええわと思ってるけど大きいんか、いつもより。温かいコメントありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日はその10周年の節目ですので、これまでの10年間を振り返りつつ、もちろん R タイプファイナル2の進捗でありますとか、皆様から事前にいただいております質問にお答えしていければなと思っております。すごい。 R タイプファイナル2は10周年記念作品だったのかなるほど。来年あれなんですよ、絶対絶命都市20周年なんですよで普通20周年やったら新作出るじゃないですか。そうですね。でも今多分来年出る企画って絶対絶命都市20周年金沢カレーの準備をしているっていう、どんな会社やねんって感じですけど、すいませんね、脱線ばっかり。皆さんもアルコールなど飲みながら僕もこう見かけ上コーヒーになって、これラベル剥がしとかなあかんかった。そうですね。中アルコールなんで、では次お願いいたします。それでは早速こういう仕組みなんですね。10年間を振り返っていきたいと思います。ということで設立から順番に見ていければと思っております。10年前の設立からへーってすごいですね教えてもらいながらやってますね。では次お願いします。ということで、まず2011年4月石川県金沢市にてグランゼーラ設立いたしました。すごいですね、この写真しかなかったんかというそうですね、2011年4月5月頃ですね、会社作ったんです。会社は作ったんですけど、実質的に勤務したのは5月からなんですけど、金沢にしては珍しい6車線の50メートル道路っていうのがあって、その道路沿いのニュースビルっていうすごい細い8階建てのビルがあって、風吹くと揺れるビルなんですけど、怒られる不動産屋でビルのオーナーに怒られるそこの6階でグランゼーラって会社っていうか、ゲームを作る場を作ろうっていうことで起業しましたね。起業っていうのかな、起業って感じはあんまりなかったですけど、会社ゲームを作るとこ作ろうって感じでしたね。でああいうスタンプ作ったりしてます。看板がまた懐かしいですね。そうですね。革命戦士、そうなんですよ、娯楽の革命戦士。これねあれなんですよ、会社作った頃はひっそりやってたんですけど、5月ぐらいになると金融機関さんが口座作りませんかとかいろいろ売り込みに来られるんですけど、いいですねって言って、でグランゼーラってネットで検索したら革命軍ってやたら出てくるんで、テロ組織偉いとこ偉い会社みたいでテロ組織だって話、ね、とんでもないと。今は笑い話ですけど、その頃本当に警戒したって言ってましたからねゲーム会社といいますとやはり都心部に、集中しているかなと思うんですけれども、またなぜ石川県、しかも金沢といったところで会社を作ったんでしょうか。金沢というか、石川県で作ったのは以前創業メンバー7人が
アイレムソフトウェアエンジニアリングという今言っても噛みそうな名前なんですけどアイレム当時のアイレムがですね当時も今もそうですけど、開発が、松東市石川県の白山市かな当時も白山市になってたかなにあったんで、石川県に作るっていうのは割と前提と言いますか、なるほど。で僕大阪出身で大阪で働いてたんですけどでも石川で働いてて全然なんていうのかなゲーム作る上でなんか不利なとこもないしむしろこう通勤もしやすかったりするのもあって、温泉もいっぱいあるしだから石川で作る、石川でゲームのスタジオ立ち上げるっていうのは割と大前提っていうか、なるほど、いいプラスに働くと思ってましたね。で金沢はねちょっとこだわりましたね。前がその白山市っていうとこだったんですけど石川県外の人に会社どこですか石川県って言うとみんなどっかようわからんなって顔されるんですけど金沢市って言うと金沢行きたかったんですよみたいな話になるのでそこはちょっとこだわりましたね。なるほど。当時は。はい、では次お願いいたします。はい、そしてですね、その3ヶ月後2011年7月7月にですねプレイステーションホームでラウンジを開設いたしました。そうですそうです。プレイステーションホームはアイレムの時から、すごい力を入れていてエイプリルフールなんかリアルタイムのイベントをオンラインイベントをプレイステーションホームでやってたりしたのもあってそれの時のすごいなんていうか感動というか刺激がすっごい印象に残ってて会社作った時もゲーム作りの準備はしてたんですけどプレイステーションホームっていうのを最初に集中してやろうっていう話になって、南の島の隠れ家っていうのを、会社作って3ヶ月後かな開設しましたね。あれなんですよこれねこんなこと言うと怒られそうですけど会社だから4月5月に作ったでしょ。で4月の後半ぐらいに2011年のソニーコンピューターさんのねサーバーがねハッカー攻撃を受けてなんとプレイステーションストアとか全部一時止まってたんですよ。で僕らは本当にプレイステーションホームのラウンジ作ってたからあんまり最初気にしてなかったんですけど水上スキーっていうのなんか水上バイクかそれで競争できるのを作ってる時に競争できひんのって聞いたらいやちょっとサーバーつながらないとダメなんですよそんなところでそうです。で7月に日本ではそのソニーのサービス再開したタイミングで南の島の隠れ家っていうのを開設できたんですけどでもその時はやっぱり世の中とつながれた感はありましたね。だから最初はウェブサイト作ろうと思っても自分たちのゲームがないんで写真がないんですよ。ゲーム会社だから当然自分たちのゲームの写真を貼れたいとこなんだけど、全然ないんで駐車場の写真とか観葉植物とかあとトイレの写真とかウェブサイトに載せてました。トイレ綺麗ですよ。何かあった方がいいですかね写真はやっぱり。で9月にはアジアとアメリカとヨーロッパでもラウンジを、展開できて、大江戸とかもののけすごい省いてますね。大江戸もののけって大江戸時代の長屋とかその町人の町みたいなのを再現したり夜はもののけが現れて剣振って戦えるっていうのを作ったりですねネオンがしみる繁華街もう一つのスナムそうですねこういうグランゼラ広場ってラウンジを作りましたね、はい、これ今だから言っていいと思うんですけど大江戸ってねもともとは、はい、お城とかね遊郭とかも用意してたんですよ。はい、いいですね。でね遊郭のラウンジの企画書をねソニーヨーロッパに送ったら企画通らなかったです。ちょっとこんなこと言ってんのなんか売春会みたいに、翻訳して見て捉えられてしまって、なるほどそれはダメになりました、ね。難しいですね。そうですで混浴お風呂がある銭湯があるんですけど、混浴だったんですけどあれちゃんとフランスの方とドイツの方混浴に侍の格好で入ってチャットしてくれてましたからねちょっと嬉しかったですね。ちょっと2015年で終わってしまったんですけどプレイステーションホームすごく
でも仮想空間っていうんですか、メタバースとしてはすごい成功したんじゃないですかね。プレイステーションホームっていうのは多分事業としても、なんか成立してたかなと思うんで、まあ今もね ないですけど、グランゼーラもなんか来年メタバースに参入するっていういろんなのありますね。話が出てましたね。言っていいかどうかわかんないですけどね。いろいろね、検討ははい、次に行けって言われてますよ。はい。そういえばこれ私の入社前、私もちょっと10年丸々いたわけではないので、はい、入社前ということで結構風の噂で聞いたことなんですけど、どうもこのユーザーさんとちょっとツイッター上で少し揉めたとか、ソニーアメリカさんに乗り込んだとかっていうのを伺ったんですけども、実際そのあたりはどうなんでしょうか。そんなんよう仕入れましたユーザーさんっていうかプレイステーションホームプレイされてる方と、私が揉めまして、会社じゃないですよ、グランゼーラじゃないですよ、私のツイッターをプレイステーションホームをプレイされてる方での間で、僕結構ねあれなんですよ、プレイステーションホームでこんなコスチューム欲しいとかそういう要望をツイッターでもらって、で開発のメンバーと詰めて、じゃあ何月出せそうですっていう返信とか結構してたんですけど、なんか他の会社のラウンジみたいにこうすればいいのにっていうのに、ちょっと大人げなくって反発してしまってなるほど。で結構ねファンの方とか、いや冷静になった方がいいですよって言ってくれたんですけど、揉めましたね。結構はありますよ。そうですね。だからそれからうちの広報の部署がすごい厳しくなって、私のツイッターに対してチェックがね厳しくそうです。僕がバンピートロットのツイートとかをリツイートしたり、R タイプタクティクス2に関することとかをツイートすると、なんかって反応しますね。これ大丈夫ですかとかいや別にバンピートロットいいやんけって思ったりするんですけどね。そうです。ソニーアメリカ、そうですね。そちらはこれはね乗り込みましたね。12年だから翌年の11月にソニーコンピューターエンターテインメントアメリカさんっていうっていうのもサンフランシスコの空港から南の方になんていうんですか、シリコンバレーに行く途中にあるんですよ、そのフォスターシティっていうのが。今もそこなんか分かんないですけど、アジアとかアメリカヨーロッパで毎週コスチュームとか出してたんですけど、アメリカだけうまく同じタイミングで出なくてで僕はそのグランゼーラの海外担当の人間の方どっちに問題があるのっていう話をしてたんですけど、でその担当がちょっと直接話しないとちょっとなんていうのかな、進まないって話になって行こうって。あれ日曜日に僕能登半島にいる時になんかね携帯にメール来て分かった行くよって言ったんですよ。でもういつでもいいよ来週でもいいよって言って後でパスポート切れてるのに気づいていつでもよくなかった。よかった。もうリファーレに行ってすぐパスポート取りましたもん。非常にローカルなワードが今出ましたがリファーレというリファーレの前で旅行会社の人に渡しましたからね。そこでねパスポートを発行いただけるということで、そうですよ。であれなんですよ、一緒に 2人その国内のホームの担当と海外の担当と3人で行くことになったんですけど、金沢からだとなんていうの羽田空港に行って、必ず経由しないと。で羽田空港の国際線乗り場からサンフランシスコ行きに乗るんですけど、担当に夜羽田空港に着いた時にパワポかなんかでこっちの言い分みたいなまとめてきたんって言って、いやそんなんないですよ何考えてんの、俺らの英語力でソニーアメリカと対峙できるわけないやんけとか言って今から作ろうぜって言って羽田空港国際線ターミナルでノートパソコンでパワポの資料を作ってましたね。こちらの主張みたいなので、飛行機乗る前にうちの翻訳の担当のスタッフに彼女に絶対もう飛行機乗る前に絶対渡さないと間に合わないんでって言って乗り込みましたけどね。すごい勢いで行きましたよ僕。もう勢いは感じますね。
もうどういうことなんですかどっちが悪いんですかうちが悪いんですか御社が悪いんですかみたいな感じのことをすごい迫力で言ってるけど日本語なんですよ。で通訳の人が柔らかく言ってくれて、でまあそういう勢いで行ったんですけどね、僕と帰りお土産でプレイステーションホームのキャップと T シャツとタンブラーを用意してくれるのが見えた途端にすっごい柔和なやつになって、ソニーアメリカ最高みたいなことを言って帰ってきましたすごい手なずけられて帰ってきましたね、なるほど。乗り込みました、乗り込んだのも事実だったと。プレイステーションホームすごいグランゼーラにとっても、アイレムにとってもすごい大きいですね。はい、では続きまして次お願いします。はい、2012年4月、これ以降ですね、毎年恒例になります金沢そうですよ、グランゼーラ杯競馬、金沢競馬での冠レースずっこけグランゼーラ杯が開催されました。そうです、1回目だけですよ、ずっこけグランゼーラ杯で。金沢競馬で実況を聞いてて、ずっこけはまずかったなと、馬ですね、走ってんのにずっこけはないなと思ってね、怖くなってきて、はい、無事にちゃんとみんな走り抜いてくれたんですけど2回目が娯楽のグランゼーラ杯ということで、今年でも第10回。そうですね、10回目で。そうです、だからいつか G1 G3 ぐらいには ならへんかなと思っていて、いやこれがなんか4月でしょ、4月なんで、短距離路線に行く馬がこれ買って NHK マイルカップに行くみたいなのに組み込まれたらいいなと思ってたりします。いい加減なこと言ってます、はい、では続きまして、はい、2014年12月からですね、モーションキャプチャーのスタジオの運用が開始になりました。こんなんも振り返るんですね。はいそうですそうです。今まさにこの収録してるの、はい、あんなとこです。あんなとこで今やってるんですけどそうですね。でもこれは大きかったですよね。だからグランゼーラのゲームでその選択肢、アドベンチャーゲームで選択肢がボーンと出せるのはこのスタジオ、キャプチャースタジオがあるからですね。私も遠慮なく選択肢をボーンと増やせる、10択、確かにウグイス嬢の真似をするとかそういう選択肢作れるのはこのモーションキャプチャースタジオと、モーションのスタッフがいるからですね。はい、去年からレンタルしてるんですね。空いてる時間、そうですね、有料でお貸ししてると、はい、あれすごいですね。全然ゲームと関係違う業種の方とか、そんな風に活用されるんだっていうのはありますね。最近ドローンの会社さんが同じ建物にいらっしゃるんですけど、ここで実験されてたりしますね。はいはい、地元の方モーションキャプチャーしたくなったら言ってくださいぜひご相談ください。はい、では次お願いいたします。はい、2015年11月にですね、音楽レーベルグランゼーラミュージックの活動が開始いたしました。はい、でこちらはですね、ご質問ちょっといただいておりまして、R タイプファイナル2のダウンロードコンテンツの BGM をサントラとして欲しいです、販売してくださいということで。そうですよね。それは本当にそう思いますし、企画してますね。ちょっと CD にはしないかもしれないですけど、配信予定ですね。サントラっていうか、そのオマージュステージの曲を集めたものを今準備中です。来年になるんですか、今年出ないですかね。今年はちょっと出なさそうなんですけれども、いらんこと言うなっていう顔されてます。来年早ければ1月から出ると思います。はい、はい、では、次お願いいたします。はい、2017年4月にサッカーゲームのスマートフォンアプリサッカーラブが配信になりました。これが多分グランゼーラとしては一番最初にゲーム、そうですね、競技のゲームとしては、狭い意味でのゲームとしてはこれが最初ですかね。そうですね、今配信されてないですけどね、かっこいいですね、今見てもね。はい、はい、では次お願いします。はい、同じく2017年の7月にグランゼーラ初の通販サイトグランゼーラ購買部がオープンいたしました。これは絶対絶命と司法プラスの販売が決まってたんで、手に入らないっていう方向けに販売のルートを作ろうっていうのが
メインの目的ですけど、まあ、17年にやり始めました。はい、はい、でこちらがグランゼラ購買部っていうのが日本国内しかちょっとお取り扱いができないもので、全世界のファンの皆様に我々のグッズをお届けしたいなということで、2021年4月から海外にも発送できる通販サイトということで、グランゼラゲームズストアというのがオープンいたしまして、だから2つあるんですよね、はい、購買部とグランゼラゲームズストアっていうのが2つあると。そうなんです。なかなかでもそうですよね、そう思ったらはい、じゃじゃーんということで、何がじゃじゃんこちらがですね、今グランゼラゲームズストアで一番新しいアイテムグッズになります。こちらはちょっと遠くて見づらいかもしれないんですけども、 R タイプファイナル2の巨大戦艦のパーカーになりますね。これ同じ柄で T シャツもあるんですけども、ちょっと今寒い季節ですのでパーカーの方をご紹介、はい、紹介しております。っていうかこれ宣伝ですよね、完全な。10年振り返るって言っておいて、10年も振り返りつつと、ステルスマーケットですよ、はい、振り返りのふりして宣伝でもあれですね、ドニアさんもその人事部でしょ、人事部マネージャーであり通販サイトの部長、すごいですね。グリーンインフェルノさんです。はい、見えない、そうですねステルスできてない、ね、ステルス的それな賢くないですか僕らねそうです、グリーンインフェルノパーカーですね、はい、はい、まんまと宣伝しましたねはい、はい、では次お願いいたします。そしてですね、2017年10月プレイステーション4のゲームソフト虚栄都市が発売になりました。そうですね、2017年、この写真、これユキっていうヒロインの写真なんですけど、すごいですね、虚栄都市の写真でこれしか出せないのが何とも言えん、右下の権利表記見てもらえば分かると思いますけど、すごい複雑な版権、そうですね、版権というものが、これは多分バンナムさんに言わずに出してもいいかなみたいな写真ですね。まあそうですね、2017年に出しましたね、プレイステーション4で。最初ビータも出すって言ってたんですけど、ちょっと私どもの力不足で出せなくなって、バンダイナムコエンターテインメントさんって規模はもちろん全然違うんですけど、多分なんていうか作風というかタイトルの雰囲気も全然対極なんですけど、だけど、プロデューサーさんがすごくよくしてくれたっていうかで、完成してよかったなっていうのとバンダイナムコエンターテインメントさんとグランゼーラだからっていうもんにはなったかなと思ってますね。はい、はい、では次お願いいたします。はい、2018年1月にプレイステーションビータのゲームソフト漫画×が発売になりました。はい、これね2014年に発売する予定だったんですよ発表されてからじゃあ世に出るまで非常に時間がもうね発売の何週間前ってとこまで行ってて、はい、ちょっと見逃せないもんが見つかって、なるほど、一旦延期ってやったんですけど、でその後細々と修正してたんですけど、虚栄都市出した後でちょっともう一回再開しようということで、PS4 版っていうのはその企画立てた時は予定になかったんですけど、私はそのなんていうんですか、ハンドヘルドで誰にも見られないとこで自分だけの漫画を作るっていうのがこのゲームの企画の根幹にあったんで、PSO ってのは考えてなかったんですけど、そのビータ出す時には PSO もじゃあやろうっていうことで出しましたね。はい、あとちょっと漫画×はねちょっと申し訳ないのは、今年R タイプファイナル2パックっていうのを出したんですけど、今ファイナル2パック第2弾っていうのも用意してるんですよ。 R タイプファイナル2パックの第2弾、そうで前回は結構プレイヤー機が多めに入ってたんですけど、今回敵とかステージを多めにしたやつを用意してるんですけど、あとなんせあれでしょうね、ファンタジーアセットです。そうです、ご質問いただいておりましたね。確かファンタジー素材いつになるんでしょうか。ファンタジー素材はね発売前から
ずっと作って毎年多分ご報告でやってますって言ってるんですけどね、ちょっと今年もまあ多分この残り日数だと出せなさそうなんですけど、まあなんかやってないんじゃないかって言われてたりするんですよ。漫画描けるね、グランゼーラやってないんじゃないのって。それはそうですよね、出せてないんだから。でもね、そんなことないことをね、来年は証明します。僕さっき漫画描ける2って言ったら怒られて、今すごい目が漫画描ける2って言わんとってくれ次期漫画描けるでしたっけ、言っていいの今お前もう言うてるやんけっていう顔してますね。非常に漫画描ける2じゃないですよ、次期漫画描けるの準備もしてますまあファンタジーも含めですけど、すごい怒ってますね。そうですね。前回の何でしたっけ、はい、絶対絶命都市の写真の時は、みんな今日疲れた顔してたんですけど今は本当に怒ってる顔してました、はい。まあ、これ本番中はね僕も怒られないんで、これ本番終わらなければ何言ってもいいと思ってますんで、まあちょっと話ずれますけど、漫画描けるそんな感じでちょっと準備はしてますので、ちょっとすいませんけど、今ウェブサイトもねちょっとおかしくなってしまって、そうですよね、特感で直してるんですけどね、まあ、そんなこんなでいろいろは起きてるんですけど、結構社内では割と注目というか大事ないろいろ進めてますんで、よろしくお願いします。漫画も今、もう6000本以上いただいてます、はいはい、では、次お願いいたします。2018年4月に、任天堂スイッチのゲームソフトとしてホトトギスタイランが発売になりました。はい、スイッチで出た最初のゲームですね、うちの会社で、ね、そうですね、これ、そうなりましたね。松尾プロデューサーっていうのが、まあ、うちの、ゲームデザインしてて、松尾にこうできてきましたって言っていいな、任天堂スイッチもいいなとか言ってましたねで今 Android と iOS でも出てますんで、そうですね、基本プレイは無料で遊んでいただいてます。任天堂スイッチ、ゲームはどちらも無料でそうですね、基本遊べるんですね。スイッチも Android、iOS も遊べるんだけど、小判っていうのを使うって、まあなんていうのかカードを引けるようになっていて、でまあ小判は別に買わなくても手に入るんですけど、今任天堂スイッチセール中なので、ちょっと続けてやろうという方はぜひ。思い出す、漫画描けるも今セール中です。そうですね、はい、今日から 90% 引き81円とんでもない割引ですね。はい、ホトトギスは何パー引きなんですか、小判さ30、33パー、すごいですね、はい、数字に弱い。ちゃんと大丈夫ですかね、間違ってないですかね。まあガチャって言えばガチャですかね、カードが何枚か入ってるんですよね。まあ、買わなくても、ね、いけるらしいですよ小判そうですね、太っ腹すぎっていう話ですけど、まあ、そんな感じですね。はい、はい、では次お願いします。そして2018年9月、バンダイナムコアミューズメン様と、ゴジラ VR の開発をさせていただきました。はい、まあ、今ちょっとあれなんですかね、もうプレイできないですかね。沖縄だけできるという話を伺いましたが、シン・ゴジラのそうですね、はいはい、VR、すごい作ってて面白かったですね。そうですね、VR の開発協力ということで、いろいろ教えていただきましたね。はい、はい、では、次お願いいたします。2018年11月、プレイステーション4のゲームソフトとして絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズが発売になりました。まあ、これはもう本当に出せてよかったですわ。7年かかったんですね、7年半、でもまあ会社っていうかグランゼーラ作るときに、まあこれをなんとかっていうのはあって7年半かかりましたけど、まあ本当に7年半かかりましたからね、まあ作るのはもうちょっと短いですけど、なんていうんですかね、いろいろ作る権利的なものも含めですね。だからまあ出せて
良かったなと思いましたけどね。ですね。こちらは絶対絶命都市4プラスを作られている時ずっと取材を続けられていたと伺ったんですけども。そうです。最初の絶対絶命都市とか2とか3っていうのは作ってる時に必要に応じて資料を探したりっていう感じだったんですけど、4の時はもう作る前にその地震でビルが崩れるっていうのは、見栄えっていうか、ゲームとしてはですよ、ゲームとしてのビジュアルとしては入る部分があるんだけど、なんか災害とか震災って言ってそればっかりっていうか、それだけっていうのはちょっと無責任かなと思ってね。災害でどういうとこに本当にみんなが困ってるのかなっていうのを取材して、私もう一人の担当とで取材して、でそういうビルの倒壊とかじゃない部分でのなんていうのかな、震災の嫌なとこっていうか、大変なところをゲームに入れれないかなと思って、取材して入れれたものもあれば入れれてないものもあるんです。入れるの諦めたものもあったりするんです。なんか具体的にその入れれたものと入れられなかったものってどういったものがあるんでしょうか。入れれたものっていうか、そうですね、入れようと思って入れたものの中には、例えばね、避難所の中での差別とか、なるほど。やっぱりそういうコミュニティができるとどうしても力関係ができてしまって、で取材してる中ではどうしてもやっぱり、例えばお年寄りなんかがトイレ近いからやっぱりなんていうのかな、みんなが寝てるところを歩くのを気にされて寒い入り口付近に寝ておられたり、例えば体育館みたいなところでとか、あとゲームの中ではその留学生がすごく差別されてるっていうの表現とかもありましたけど、そういうのはちょっと表現したいと思ってましたし、やっぱあとなんていうのかな、やっぱ警察とかの目が行き届かなくなったり、あと明かりが消えてるとこが多くなると、やっぱり女性がすごく襲われたりしてしまうっていうのもあって、そういうものであるとか、あとデマが流れる、あそこの避難所にあそこに行くと助かるとかっていうような流言っていうかデマであるとか、あとなんていうんですかね、メンタル的に弱ってる時にすごく優しくしてくれたり、食べ物とか持ってるところに連れて行かれて、ちょっとなんていうのかな、冷静な判断ができなくなったりするっていう、そうですよね、白き衣の会みたいなのも出したんですけど、あれは別に宗教というかそういう、宗教自体が悪いわけじゃないですけど、そういうのじゃなくて自己啓発みたいな感じなんですけど、そういうのは出してみたかったですね。逆になんか入れれなかったものっていうのはどういったものがあったんでしょうか。入れれなかったものはね、大きく2つあって、1個はその災害でね、何が困るっていうと、食べ物がないっていうのも困るんですけど、排泄環境がすごく悪くなる、水が流せなくなって、でそれをすごく描くつもりだったんですけど、やっぱりちょっとね、ゲーム画面で見せれないですね。でもう一個はこれは途中まで入れてたんですけど、例えば何日もお風呂に入らない時の衛生面、だから公園の池で体洗うようなシーンとかもあったんですけど、それもちょっとやめましたね。見れてもよかったかなと思いますね。あとあれなんですよ、そうですね、なんかいいですよなんか言い出したらいろいろある、ではちょっと次もですね、ネタバレになる質問をさせていただきたいなと。そうなんです、なのでちょっとお聞きの方でネタバレは嫌だなとかちょっと困るなっていう方いらっしゃいましたら、画面がね次のものに変わるまで少しお耳を塞いでいただければと思います。ということで、絶対絶命都市4プラスでは比嘉先生が登場されたと思うんですけども、比嘉夏美、そうですね、なんですけども、その比嘉先生が亡くなってしまうということで、それはなんかいつ頃から決まっていたんでしょうか。
もうでもそうですね、プレイステーション3で作ってた絶対絶命都市の最初のストーリーの時点ではもう決まってましたね。彼女がまあ比嘉夏美ってもともとあれ中学生高校生だったっけ、一番最初出てきた時は、まあ、弟と一緒に出てきて、でその後まあ教育実習に行ったりして、まあ、学校の先生を目指してて、で、まあ、夢だった学校の先生になって、で生徒のためにまあ献身的に先生をやってるんだけど、なんかちょっとやっぱり生徒とはうまく分かり合えなくてっていう中でまあ生徒を守ってっていうのは最初からあったし、弟が探しに来るっていうのはもう最初に作ったシナリオのプロットにありましたね。なるほど、まあそのなんていうのかな、災害のやりきれなさみたいな部分が、まあ表現しないとっていうのもあったし、まあそれはいろいろね、それにですごく不快な思いをした人もいるかもしれないけども、私はまあそれを言われてもなおやっぱり俺も含めて作れてよかったなとは思ってますね。ただ一方でね、絶対絶命都市4を作っていて、一つまあこう世に出てるゲームなのに、それに対して自分がね、なんかここで困ったっていうのを言うべきじゃないのかもしれないですけど、なんていうのかな、かわいそうな話ばっかりなんですよ。なんかやりきれない話とか、で結果的に良かったねっていう風にちょっと描けないっていうか、なんかそれも違うなと思って、でもまああまりにちょっと救いがないと思ったんで、後日談っていうのを、まあなんかできないかなと思って入れたんですけど、っていうのはやっぱありましたね。だからその絶対絶命都市5って言うとあかんのやったっけ、絶対絶命都市5とか言ってもダメなんですけど、次今作ってるも言ったらダメなんだっけ、絶対絶命都市の新作は出てきますねそういうね、なんていうのかな、災害が嫌なことがすごく、まあ災害なんだから嫌なことなんだけど、その中でもやっぱり良かったって思えるエピソードが入れれるようなゲームのシステムにしてますね。今までのその絶対絶命都市、絶対絶命都市2、絶対絶命都市3の作り方では、ちょっとね、エンターテインメントとしてはちょっと限界を感じたんでしょうね。だから私の中ではそれに対しての答えとしてのシステムが設計として出せたんで、今そのなんていうのかな、準備ができるっていうか、だから絶対絶命都市4に対して否定的な方もいるかもしれないけど、まあそういう方がやってもこれだったらまあありかなって言ってもらえる部分もあるし、まあ私は何より災害をテレビゲームにするっていうことにはやっぱり意義があると思ってるんで、そういうことが成立する、まあ、1、2、3、4って作ってきた中でね、自分なりの答えっていうのがその5で出せるかなと思ってるんで、今やってますけどね。はい、こういうのは言っても大丈夫でしたっけ、ダメなんでしたっけ、いいんですかね。はい、すいませんね。はい、ちょっと何聞かれてたか忘れてるはい、すいません、ちょっと言いたいこと言ってしまいました。ありがとうございます。では次お願いいたします。はい。そして2020年9月からなんとこの公式 YouTube チャンネルにて生配信の番組 R タイプファイナル2の集いが開始いたしました。これは番組のことを指してるんですか。これはこの番組の大元というか始まりですね。これでも元はあれですね、お詫びですよね。はい。まあ今日もお詫びなんですけど、多分ね、この流れ的にはこれ言い換えるとですね、お詫びすることができたら生配信があるって感じなのかなって思ってて、嘘皆さんに情報をねお届けしたいっていうので
一応不定期に配信しておりますけれども、はい、はい、そうですね。はい。ではでも今日はそうか違うな、感謝ですよね。はい、はいそうです。はい。ではすごい僕被害妄想かも。はい。はい。では、次お願いします。そしてですね、いよいよ今年2021年4月に R タイプファイナル2、こちらがですね全世界でほぼ同時に発売いたしました。はい。そうなんですね。今年なんですよね。もっと前に出たような気もするし、今も作ってるし。そうです。2019年4月1日に発表したんですよ。ウェブサイトを作ってトレーラー作って、そうなんです。4月1日でファミ通さんにも載せていただいて、いやもうこれ日付が日付だったので、本当に、SNS 等でもそうですけれども、皆さん半信半疑というか。そうなんです。これね4月1日、あんまり気にしてなかったんですけど、入社式の日でその新入社員と昼ご飯食べに行った時に、今年のエイプリル凝ってますねって言われて、何のことかなと思ったら、いや R タイプファイナル2、これ4月1日もですけどタイトルが嘘くさいですよね。ファイナル2いくらなんでもこのタイトルないやろっていうことなんでしょうけど、そうですね、2年半前ですね。そしてその年の6月にクラウドファンディングっていうことだったんですけども、これなんでわざわざこうクラウドファンディングっていう形を発表の時はクラウドファンディングやるかもぐらいの感じだったんですよ。やるってその時点では決まってないです。ゲームメーカーでクラウドファンディングもさすがに変だよねっていう中で、やってみたらどうかなっていうのと、あと今例えばこの横スクロールのシューティングとか R タイプ出したら本当にどれぐらいの人が関心持ってくれるのかなっていうのもあって、やってみたらどうなるかなみたいな話だったんですけど、あれですよ、5月ぐらいになったらまだやらないのかっていう問い合わせが来るようになって、いや待ってるんだけどって話になって、ちょっとやらないとまずいぞって話になって、ただやってよかったですけどね。何があって、その1万人の方がね支援してくださったのはやっぱ嬉しかったですね。そうですね。結構それがなかったらもっと半信半疑で作ってたと思いますけどね。すごい良かったです。良かったと思いますね。はい。そして今年の5月になんとふるさと納税の返礼品に突如認定されているという。これは私もびっくりしましたね。何を言ってるんかなと思って、うちのその総務っていうか、そうですね、管理部の人が珍しく在庫数とか言ってたんで、何の話をしてるのかなと思って、ふるさと納税だから R タイプファイナル2買うと税金控除というか税金払ったことになるんですよね。金沢市と野々市市、あれね、石川県外の人だとなんて読むねんって、野々市ですかすごい字面ですね。野々市市、野々市とかちょっとね読みづらい。野々市市あれなんですよ。私たちが会社作ったのと同じ年に野々市町、石川郡野々市町から野々市市になったんですよ。なるほど。石川郡っていうのがその時点でなくなったんですけど、だから石川県の名前も金沢県にしてくれよってなんてこと言ったら今怒られるんですかね。石川県庁の人に怒られるのかな。はい。税金払いたいって方はぜひ。そうですね。これ確か12月。そうですよ。今多分ふるさと納税の、ね、広告グランゼーラも出してるんじゃないですかね。はい、もしご興味ありましたら、お願いいたします。すごい制度ですね。そうですね。はい。ということでちょっと R タイプファイナル2の話出ましたので、この流れで R タイプファイナル2の更新についてちょっともうお伺いしていければなと
この流れで、はい。じゃあ次お願いいたします。はいはい、すいません、ちょっと読んでから説明しますね。はい、はい、更新をします。何言ってんねんな。 R タイプファイナル2の、はい、ちょっと前回が10月4日頃に更新して、ちょっとすごい間空いてしまったんですけど、ちょっと、ね、年内駆け込みの更新というのをちょっとさせていただくということになりました。でちょっと、今の情報はですね、日本バージョンの任天堂スイッチとプレイステーション4と Xbox に関しての話になります。で PC 版に関してはまたちょっと別になりますし、韓国版とか香港台湾版についてもちょっとそんなに差がなく出るそうなんですけど、一旦ちょっと日本版に限った話をさせて、更新内容は どこも一緒ですからね。はい、じゃあこれ次どういうのなんですか。はい、はい、プレイヤー機体を出します。機体なんですね。はい、そうですね、今回追加する機体、プレイヤー人類側の機体です。見ての通り。見てのこれあれですね、こうやって並べるの見たら割と左上でもどっちが敵やねんっていう。いやでもこれにねパイロットが乗ってね戦うんですよ。だから人類はもうこういうのに手を出してルビコン川を渡ったんでしょうね。引き返せない道に進んだっていう感じですよ。もうどう考えても悪者ですよね。左上のがダンタリオンっていう、まだ比較的なんていうんですかね、人類側っぽかったんですけど、もう右に行くと、この右側の2機とか下のは植物系の植物由来のマーガリンみたいに言って植物由来のバイド機で、バイドの中でちょっと植物に組成が似てる機体なんでしょうね。はい、で次もあるんですか。もう5機あったと思います。はい、ますますおそらくねラグナロク2出せってことかなと思いつつも、ちょっと今回申し訳ないですけど、こういうちょっと悪者っぽい10機をちょっと機体の方はもうほぼほぼできてるんですけど、どうしてもちょっとチェックが追いつかなくてですね、まずちょっと年内はちょっとこれでということで、本当はちょっと年内に残りのファイナル分は出したかったんですけど、ちょっと次のになっちゃいそうだなと思ってますんで、こういう生物の機体、本当にあれですね、バイドだって言えばそうなんでしょうけど、そうで、機体についてご質問いただいておりまして、はい、支援者専用機体ってあったかと思うんですけども、そちらの3号機の情報開示はないでしょうか。中止になったなら説明をいただきたいということでいただいておりますね。支援者専用機体っていうのはクラウドファンディングの、支援者さん用の機体の第3弾かと思います。ちょっと画像を見て話をさせていただきましょうかね。はいはいはい。これおととしの秋に支援者様機体どれにしましょうかっていうアンケートを取った時の画像ですね。3番って左下のやつですね、おそらくね。おそらく上の2つはもう渡ししてます。右のやつ面白いんですよ。ブッフォーってホルンっていうかラッパが鳴るんですよ。ラッパ鳴りそうな感じでしょ。鳴りそうですね。本当に鳴るんですよ。いい音出そうな。左下のなくなってないですよ。ちょっと遅れてるんで情報もちょっと出せてなかったんですけど、ベースになる機体ができてきましたので、アンフィビアン3やったかな。今回はちょっとアンフィビアン2までしか配信しないんですけど、というかもうこの画像だけ拝見するともうできてる感がすごいですよね。これ2年前の段階なんで、これあれですよ、その時点ではないですよ。
その後なんで作ったのはただね4番目のは多分こんな感じにならないですね。なるほど。これはまあちょっとその時急いで作った上の2個はもうほぼあのまま再現したんですけど、でちょっと左のも少し変わるかもしれないですけど、まあバイド系の機体っていうのでこれ準備は入ってますんで、ちょっと情報出せてなくて申し訳ないんですけど、なくなってないですよ。はい、すいませんね、また情報出していきますんで。はい、ありがとうございます。懐かしいです。そうですね。もう結構前でしたね、アンケート。はい、では次お願いします。それちょっとコーヒー吹きそうな。はい、デカールちょっと数十枚追加しまして、皆さん作っておられるのをこう SNS とかでちょっと拝見してると、こういうのがあるとあった方がいいのかなっていうので、ちょっとスタッフと詰めて割とこうなんていうのプリミティブなっていうか基本的な図形を増やしたりドットパターンとか増やしてみました。あと左下のはショップ、あれ R ポイントでゲーム内のショップで交換する地球連合軍の旗、グランゼラ革命軍とかいくつかありますんで興味あればぜひ買っていただいて、はい、買っていただいてって言っても、ゲーム内のポイントで交換できますので、はい、あとですね、デカールに関してはあれもありますかね、デカールコンテストのもの、そうですね、はい、10月11月デカールコンテスト第2回っていうのをやっておりまして、それでなんていうんですかね、いくつかの作品をゲームに入れさせていただきました。あれ他にもありましたよね。他にも、はい、こういった形で収められてますので、ぜひ使ってみてください。はい、ご応募いただいてありがとうございます。ちょっと全部入れたかったんですけど、ちょっといくつかになってしまって申し訳ないですけど、はい、はい、では次お願いします。はい、機体列伝今回25機分25機追加しまして、これね、ここだから言うけどあれなんですよ、僕らもちょっと力入ってきたら文章が増えてきて長くなるのもあるんですけど、長くなるんでUI を今回変えました。機体も増えてきたんで探しやすくした UI の変更したんですけど、翻訳に毎回出すんですよ。スペイン語とか多言語で反対字とかいろんな言語にするんですけど、翻訳費用が跳ね上がってなるほど。そうです。これ101機分も作るってことで決めたんで、もうどんどん作ってるんですけど、こんな感じでちょっとね字多いから逆に何か読む気せんなってとこあるかもしれないですけどちょっと気になった機体あればちょっと見ていただければと。画像もとてもかっこいいですね。かっこいいですよね。はい、では次お願いいたします。すごい地味な写真パイロット画面もちょっと更新というかアップデートしてまして、1個は称号の取得条件を表示できるようにしましたですね。あと右側が機体とか武器の使用、自分がよく使う機体とか武器の上位3つだけ表示するっていう仕組みになってたんですけど、全部見えるように、使ってないのは0回って感じで表示されるようにいたしましたので、ちょっと地味なアップデートかもしれないですけど、ちょっとやってると機体もこれからまた増えていく中で面白いんじゃないかなと思いましたので、こういった対応をいたしました。はい、では次お願いいたします。これなあってパイロットスーツ、左のなんてパイロットかよって感じです。完全に近所のコンビニに行く格好ですね。そうです。あれコンビニでバイクのヘルメット
外さずにコンビニに入って店員さんに止められておるキャラ客様ですよね。っていうふうに怒られちゃいますね。そうですね。まあこういう形でいってるんでしょうね。これで乗ってるんでしょうね R9 にね。右のもすごいですけどね。右から2番目も、すごいですね。なんパイロットって言ったら何でもパイロットなんかって言われそうですけど、まあ、これも手に入ります。はいはい。で次何でしたっけ。あ、これ大事な情報なん で、これちょっとお伝えしなきゃいけないんですけど、ですね今日の11時ぐらいからプレイステーション4と XBOX は今日の11時から 1.1.1 っていうバージョン 1.1.1 っていうのが配信になります。いいですか。11時頃なんでまだこの放送は聞いてくださいね。今行かなくても大丈夫です。はい、1.1.1 っていうのが配信されるんで、それでまあ遊んでいただければと思うんですけど、はい。ちょっと大変申し訳ないですけど、任天堂スイッチだけは今日の0時に、今日っていうかもう明日の0時ですね、これ数時間後、今日の12時に 1.1.0 というのが配信されるんですけど、ちょっとそれにはちょっと不具合がありまして、その0時の後でちょっと今日はもうちょっと難しいかもしれない。2時頃に 1.1.1 っていうのが配信されますので、ちょっとそれに上げてからプレイしていただきたい。 1.1.0 の時にちょっとそんなんで、じゃあなんで上げてんねんって話だったんですけど、ちょっとどうしてもちょっと対応が入れれなくてですね、ちょっと 2段構えになってしまったんで、これご覧いただいている方とかはちょっと 1.1.1 ちょっと今 SNS とかウェブサイトの方でも載せてさせていただいてるんですけど、日本版のスイッチに関しては 1.1.1 にしてからプレイいただきたいなと思ってます。これはちょっとお願いなんですけど、よろしくお願いしますということで。で、韓国台湾の方の任天堂スイッチにとかパソコン版に関しては1.1.0 がもう最新版で、これはもう中身が 1.1.1 相当になってますので、まあ、ちょっとバージョン前回いただいて揃えたんですけど、ちょっと早速ずれてしまって申し訳ないんですけど、まあ、このような形になってますので、スイッチの方は 1.1.0 入れて 1.1.0 の間はちょっとゲーム始めずに 1.1.1 になるまで待っていただきたいなと思ってます。ちょっとややこしくて申し訳ないですけど、何卒よろしくお願いいたします。申し訳ございません。ご注意いただいて、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、ということで、はいはい、まあ22日って言ってもほぼ23日ですけど、まあでちょっと PC 版に関してはちょっとまた追って情報を出していきますので、まあSteam とかはあれかな、もうすでに上がってるかもしれないですね。ちょっとパブリッシャーさんによって少し対応が違ったりしますので、DMM 版に関してはちょっと後日情報を出しますので、ちょっとばらついてて本当に申し訳ないですけど、よろしくお願いいたしますということで、この写真を見てると、そうですね、今彼女は食われそうな感じですね。パクッといかれちゃいそうですね。この写真はそうですよね、食われるパターンですよね。彼女が乗るんですよね。中にどっから入るんかわからないですけど、入って戦うってことなんですよね。ですよねって僕が聞いてるのもいいんですけど、まあ、こういう写真も撮れますので、ぜひともですね SNS に投稿していただいてまあ、Rタイプらしい写真かなと思いますので、はい、まあ、よろしくお願いいたします。この更新分ちょっと拝見してて、今回ってギャラリーの更新っていうのは特にないんでしょうか？今回はね、ないですね。次の更新では16枚入るんですけど、実はギャラリーについてご質問いただいてまして、はい、開放のヒントを表示するよう検討お願いできないでしょうかというふうにいただいてますね。そうか、すいません、確かにそうですわ。そうですね、絵の題名しか載せてないですね。わかりました。はい、それは対応いたします。よろしくお願いします。はい。またですね、ロードマップとか R タイプファイナル2についても、そうですね、ちょっとね、そうなんですよ。リスケしたロードマップからもずれてしまってるので、ちょっと本来今日ここで次最新のものを出しなきゃいけなかったんですけど、ちょっと
私もちょっと開発の方はやってるんですけど、ちょっとリリースのタイミングってまたちょっとそれとまた別軸の話になりますんで、ちょっとそこはもうちょっと情報を整理してからお伝えすることにしたいと思ってますね。ちょっと今日、R タイプファイナル3のこととかですね、残りの機体に関してはもう最終工程に入っているので、そんなに年明け何ヶ月も空いてってことはないと思うんですけど、ちょっとメジャーアップデートの方はちょっといろんな調整ありますんで、ちょっとそこは別にちょっと情報を出したいと思ってますんで、ちょっと大変申し訳ないですけど、ちょっとそんな感じで今日はご容赦いただければと思っております。はい、ありがとうございます。すいません、ということで喉乾きますね。すごい焦ってますね。歯切れが悪いですね。ではちょっと次お願いしたいんですけれども、更新予定ということで今ちょっとご覧いただいてきましたけれども、ダウンロードコンテンツも一緒に配信される予定ということでしたので、今日の0時から、はい、ちょっとそちらについて詳しくお話をお伺いできればと思っております。はい、これは映像がありますんで、ちょっと動画をまず最初はご覧いただいて。はい、今ご覧いただいたのが、ステージパス第2弾の、DLC ステージセット5という、DLC ステージって2つないし3つのステージを、ちょっとこれ有料になってしまうんですけど、お出ししているもので、今回そのセット5第5弾の、ステージ2つ入ったものになります。1つ目がですね、今回の1つ目が、R タイプタクティクス2のそのゲイルロズ攻略戦という宇宙要塞を攻略する、要するにプレイヤー側の機体がいっぱい出てくるステージになっていまして、最初やるとすっごい難しいらしいです。みんな社内でもすごい言われましたけど、ただ結構今までここ来られるまでに作られてる機体の相性のいいものでやるとすごく進みやすくなってたりしますんで、試していただきたいのと、あとルートが3ルートに分かれてるんで、あることをすると別のルートからやったり進んだりするので、ちょっと難しいと思ったらいろいろ試していただければと思っております。はい、で、2つ目が R タイプデルタのステージ4という上に行くステージになってますので、もう一回ちょっと同じ動画なんですけど、ご確認いただきながら、私は説明を解説付きということで言ってもち
ちょっとねテキスト英語が多いんでYouTube の方には後ほど字幕入りで日本語字幕入りでちょっと他の言語は翻訳間に合わなかったんですけど、入れますんで。R タイプ R92A2 ですね。デルタですね。はい、すごいですね。説明しますって言って自分でも見てますよ、ね、これちょっと入り口が3つあるんで、なんかそうなんですよ、腹立つんですよ、このプレイヤー機体が襲ってきやがって的なこれデルタのステージ4をR タイプファイナル2として、作ったものですね。このボスもこれ極悪ですよ。極悪ですよって言ってるはい、そうなんです。でこのトレーラーここで終わりそうやと思ってここで多分プツって切りそうなんですけど続きがありまして、今回更新で追加するバイド機体のちょっとご紹介ですね。いいですね、かっこいいですね。ちょっとファイナルの時よりいくつか改良してたりはするので少し、その時より使いやすくなってたりするかなと思いますはい、こんな感じで言ってます。はい、こちらが配信されると。これが配信される。で、ちょっと任天堂スイッチの方はくれぐれもその 1.1.1 にしてからにしてくださいね。もうだって今日は遊ばれへんやんけって思われるかもしれないけど、それはもうぜひそうしてほしいなと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。はい、ということでちょうどですね R タイプタクティクスのお話が少し出てたと思うんですけど、恒例の質問いただいております。R タイプタクティクスシリーズの移植は検討されていますか？また要所要所で捕虜を絶望のどん底に引きずり落とそうとして部下にドン引きされたいですということで。そうですね。これそうですね。去年の今頃もうちょっと来年は歯切れ力って言ってたんですけどね。ちょっと進捗で言うとですね、検討よりも進んでます。検討っていう段階はもう過ぎてるのになんでこんな歯切れ悪いね検討はもう終わってますよ。もう次に行ってますよっていうのがちょっとご報告ですね。捕虜絶望のどん底、拷問せよっていう選択肢も当然のことながら今ちょっとねちょっとしたことですぐ炎上するんですけど選択肢はやっぱりなくせないと思ってますので、それも含めて検討より進んでるというふうに、取っていただければと思います。なんだこの歯切れのですはい、恒例のご質問もありがとうございます。はい、では、続きましてということでお知らせとプレゼントのお知らせをちょっとさせていただきたいと思います。あれ10年の振り返りですよね。これもその流れなんですか？その流れですね。はい。これ告知ですよね。先ほどちょっとデカールコンテストのお話があったかと思いますけれども、新たにですね R タイプファイナル2の機体カスタマイズコンテストというものが開催されますですね。こちらのカスタマイズコンテストでは、プレイヤー機体をですねご自身の好きなカラーリングをしていただいたりデカールを貼っていただいた画像または動画動画でも大丈夫ということなので、そちらを、ちょっと投稿していただくと。でもこれ結構今でもはい、投稿してくださってますよね。そうですね。もう僕らもこれどうやって作ってるんっていうのはありますもんね。これの写真とか動画を SNS に投稿していただくと、豪華商品がオリジナル壁紙って何やということなんですけど、これ開発に話来てるんですか？いや来てないですよね。来てるということで、でもいいですね。壁紙作りましょう。はい。じゃあぜひご応募いただいてハッシュタグつけて
はい1月13日までに、そうですね。これツイッターですか？ツイッター、ツイッター、 Facebook、 フェイスブック、インスタグラム、インスタグラムはい、に投稿、の3このハッ種類だったと思いますシュタグつけてので、はい、ツイッターとフェイスブックとインスタグラムで投稿していただくとうちのスタッフがこう見つけて、はい、はい、明日改めて告知するそうです。はい。載せ忘れたそうです対象 SNS 載せ忘れたなんでね。すけど、もちろん今日これ聞いていただいた後すぐ投稿いただいてももちろんスタッフの方が拝見させていただきますので、そこはご安心ください。ということなのでハッシュタグはつけてください。はい、もちろんです LINE は対象外です。 LINE は確か対象外でしたね。はい、はい、で今回のなんで更新でデカール新たに追加されてますが、そちらももちろんぜひ使っていただければと思います。なんていうの、デカール画面の写真じゃなくてもいいんですね。じゃなくても大丈夫です。パイロット画面とか発信シーンとかシ大丈夫ですューティングゲームの画面でもいいんですよね。はい、はい、ぜひぜひご応募いただければと思います。はい、はい、では、続きまして、はい、いいですよ。クラウドファンディングの専用機体でも構わないです。それはもう機体 R タイプファイナル2に出てくる機体であればデカールも大丈夫です。クラウドファンディング様支援者様のデカールも対象ですんで大丈夫ですよ。全然はい、はい、では次お願いします。はい、ということでですね、いつも応援していただいてありがとうございますと、こうやって言葉でですねお伝えするだけではなくて、感謝の気持ちを形としてお届けしたいということで、最後にですねプレゼントについてちょっとお伝えできればなと思います。僕ねあれなんですよ、感謝祭って言ってるけどはい、途中までねなんか自分らの思い出話とか最初の方してなんましたね。なら告知とか宣伝とかで全然感謝ってどこにあんねんって思ってたんですけど、これが感謝の形なんですか？感謝を形で表す部分なんですか？はい、なるほど。ポスター4枚セット、はい、10周年記念のこのプレゼントというこことれで、嬉しいんかな。はい、R タイプファイナル2と絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズホトトギスタイラン漫画かける、これそれぞれのポスターを1枚ずつ4枚1セットで、抽選で5名様にプレゼントさせていただきます。これ大きかったらかさばって送られた方も困るんじゃないですか？サイズはどうなってるんですか？B2 と伺っております。 B2 はい、だそうです。 B2 の予定です。 B3 の倍です。当たり前のことを言うな。そうなんや。これ嬉しいんかな。これヤフオクとかメルカリに出すのもありなんですか？そうですね、お止めはできないんですが、ちょっと見たらシュンってなるかもしれないですがでも誰に送った人の誰やって言って追跡したりするんですか？ひどいです。だからメルカリ出さないでください、っていうことで、ご応募の方法についてはまた後日 SNS 等でお知らせさせていただきます。これでもあれですね、あまりに使ってるもののままですよね。ポスター、なんか、ならでは感があった方がいいと思うんでなんか変更してそうですね、今ちょっと一例というか例として挙げさせていただいてますけど、デザイン自体はもしかしたらちょっと変更になる可能性もありますので、そこはご了承いただければと思います。ちょっと微妙な感じですけど、ぜひご応募いただければと思います僕が言うなって、ちょっともらってくださった方がよかったって思うように今からでもしますんで応募方法は後日 SNS で決まってないですか？応募方法すごいですね。すごい段取りの悪さで今日言うだけ言うみたいな感じなんですか？すごいですね。なんでもっといいのになるかもしれないです。今皆さんが押してくだされば今だんだんプレゼントが担当の顔が怖くなってますが、プレッシャーかけてくださいね。ということでぜひご応募いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、
これまでですね R タイプファイナル2のここに最新情報も10周年の振り含めまして返りのここに戻ってくるんや、そうなんです。ちょっとね長くなってまいりましたが10周年今のも全部じゃあ10周年の振り返りの中ではいパーカーの宣伝を入れてそこは上げなくてもいいじゃな有いです料 DLC の宣伝も入れてでまだ企画もゆるいポスターのプレゼントの告知もしたってことですかすごいですね。これ本当に大丈夫ですか？感謝伝わるんですかね？はい、伝わると信じてはいこの写真でも懐かしいですね。左上が最初の事務所、会社作った時の事務所の窓から見える夕日です。右側に見えてるタージマハールみたいなのが石川県庁です。タージマハールじゃないですよ。夕日が綺麗、よく言えば夕日が綺麗なんですよ。で、悪く言うと西日がきついところでしたね。はい、で右が、機械マシン帝国襲来のエリ、グランゼラ防衛軍のエリがストーリーカーテンファイヤーという人工衛星に今アクセスして人工衛星から地上に向けて攻撃をビーム砲を放ってるシーンです。なるほど。で左下が、金沢独立戦線ですね。金沢市が、日本政府に対して独立戦争を挑むという、そうですね、石川県庁攻略戦っていうのをやってる中で、小松基地から自衛隊が出てたりっていう話なんですけど、これは何ですかね、兼六園で写真撮ってるところですかね。いやいや、それよりももっと右下の何ですか、この写真は。右下はね、地元の人は分かると思うんですけど、石川県の松東駅 JR 松東駅の立体駐車場から撮った北陸新幹線の工事現場の写真ですね。なるほど。なぜこれを？いや、なんとなくこう10年振り返る、なんか写真ないですかって、10年振り返るっていうのはなんか聞いてたんで、はい、写真ないですかって言って、こう僕この写真こう、選んだんですけど、なんかまずいですかね。確かに北陸新幹線が開通したことはすごい大きかったですね。そうです。僕ね、あれですよ、工事現場の写真撮るのすごい好きなんですよ。確かにかっこいいですもんね。最近もお経塚のね、イオンのね、解体してる写真とか撮りまくりました。わからないです、皆さん。撮りまくりましたよ。はい。そんな感じですね。はい。なのでこれからも、10年間ね、本当にもう何回もダメだと思った時ありました。もう谷あり谷あり山ではなく、はい、でもね、やっぱり応援してくださってることはすっごい大きいですよ。そのゲーム作って世に出そうとしてるものとしてもそうだし、会社としても企業としてもすっごい支えになってますので、本当に10年間続けられたのはまさに応援してくださってる方々のおかげだと思ってますんで、ちょっと厚かましい話ですけど、次の10年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでそろそろ番組終了のお時間が近づいてまいりました。本日がですね、今年最後の放送ということで、次回以降は来年になるかなと思います。なんかいつものことですけど、はい、あれですね、情報がもうちょっとちゃんと情報を出さない関係をしてるんですけど、なんか言いたいこと言ってるだけみたいな気もしますね。はい。本当にありがとうございます。もうありがとうございますとしか言いようがないですけど、ちょっと至らないところありますけど頑張りますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは R タイプファイナル2のエンディング曲の一つ、飯田舞さんの灯火を聴きながらお別れとさせていただきます。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。良いお年を。良いお年をで手を挙げるの変はい。静かに息をする真っ暗な世界、蝕まれてく心、満たされない
まま広すぎた空にあてもなくさまよい続ける掴みたくて掴めなくてそれでも探して見つけて私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦ってたの私は私の心いつからか見失っていたの立ち尽くす意味もわからず遠くから私をただ見ていたの記憶の片隅に残る小さな街滲んでしまわぬように消えないようにと刻まれた傷に飲み込まれ埋もれてしまうよ叫んでいても嘆いててもそれでも泳いで見つけて私は私を取り戻したくて迷わずに戦ってたの私は私の心いつからか切り刻んでいたの拾い集めまたいつの日かあの頃の私に戻りたい黒く染まる空わずかな光を遮らないで私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦ってたの私は私の